前回のテーマで本音と建前というのをやりました。日本で生活してると、日本人ってはっきり言わないよね。イエスかノーか教えてほしいと思ったことありませんか？今日のテーマは、ストレートに言うと印象が悪いというテーマです。日本ではストレートな言い方が少しきつく聞こえてしまうことがあります。例えば、友達が新しい服を着てきて、どうと言いました。これに対してストレートに、それに合ってないよ。これは日本では結構傷つきます。ですから、日本では柔らかく言うために、前の服の方が好きかもとか、他の言い方だと、ちょっと雰囲気がいつもと違うねとか、このように相手が傷つかない言い方を工夫する文化があります。似合ってないよはストレートになってしまうので、別の言い方を日本では探しています。国によっては、ストレートに言うことが誠実でいいことという文化もありますよね。でも、日本では残念ながら正しいことよりも、その場の関係を守ることというのが大切にされています。そのため、直接言い過ぎてしまうと、性格がきついと思われることがあります。例えば会議での日本語、検討しますは、今は決めないということです。少し断っているかもしれないという裏側のメッセージがあります。それから、前向きに考えます。これも同じで、今は決めない。もしくは、ちょっと、ノーかなという時に使います。それから、提案されたことに対して、悪くないと思います。これは、いいですとは言ってないですよね。完全にいいとは思ってない。あまり賛成ではないということです。ここの部分、本当に日本語学習者の方にとってすごく難しいところだと思います。これは日本語の教科書で勉強しても文法は分かっています。でも本当の気持ちというのは教科書には載っていませんよね。ですから他の人がどんなことを言っているか、そして本当はどんな気持ちなのか、よく観察してみてください。それから前のテーマでお話ししたできる？頑張りますという上司と部下の会話は、本音と建前のテーマでお話ししたできないかもしれないという意味ですし、友達がダイエット続いてると聞いてきて、私が明日から本気出すと言ったら、前にお話しした死亡フラグです。つまり今までやってない。そして明日から本気出すって言ってるけど、本当はやらない。というような裏側の意味があると思ってください。じゃあ、これネイティブがはっきり答えてくれなかったらどうやって理解すればいいんでしょうか？これは、もう本人か他のネイティブに聞くしかありません。〇〇さんにこう言われたんですが、と他の人に聞いてみてください。その他の人が建前を使う人であれば、また困ってしまうんですが、ある程度の関係があれば意味を教えてくれると思いますよ。ストレートに言うことは悪いわけではありません。ただ、日本では相手と気持ちよく話すために言い方を調整する文化があります。皆さんの国ではストレートに言うことはいいですか？悪いですか？もしよかったらコメントで教えてくださいね。また次も聞きたいと思った方はチャンネル登録お願いします。